これは私たち夫婦が2016年にタンザニアに行った時の映像です。ここはダルエッサラームというタンザニア最大の都市です。人口は約270万人。タンザニアの首都はドドマですが、人口は約18万人。ダルエッサラームがどれだけ栄えていて大きな都市かがわかります。今回のバガモヨでのホームステイはジャタツアーズというタンザニアのツアー会社さんに大変お世話になりました。ジャタツアーズのホームページは概要欄へ貼っておきます。タンザニアの旅を計画しているならぜひ。私たちはザオスケの音楽を学びに今回のバガモヨでのホームステイを決めました。バガモヨに向かう前はザンジバーに滞在していました。こちらの情報はまた今度更新します。ダルエッサラームからバガモヨまでは約1時間半。バガモヨの右上にある島がザンジバー島です。ザンジバルとも言います。ドライバーさん付きのタクシーもジャタツアーズさんに手配してもらい、安全運転で送迎をしてもらいました。ドライバーのンキャさんは本当に優しくてフレンドリーで丁寧で、バガモヨからの帰り道は私たちのわがままに付き合ってくれました。本当に感謝です。タンザニアではスワヒリ語が公用語で、挨拶はジャンボと言います。ジャンボと挨拶するとマンボと返してくれます。挨拶が大事と教わりました。タンザニアではピキピキやトゥクトゥクでの移動が多いです。実際バガモヨではピキピキをよく使いました。タンザニアはとにかく日差しが強くカラッとしていますが、とても暑いです。日中の体感では30度から35度はあったと思います。夜は涼しくなり過ごしやすくなりますが、寝るときは蒸し暑さを感じました。この時期は寒気と雨季の間くらいで、私たちが滞在したのは10月です。ザオスケに到着しました。あの奥の右手にあるのがコンビニです。私たちはよく利用しました。ここは食器などを洗ったりするところ、歯磨きもここでします。さて、最初に案内してくれたのがザオスケの子供たち。案内されるがままについていきます。ここはザオスケの裏庭、畑だったのでしょうか。とても広い裏庭です。どこまで行くかわからないままについていきました。あの赤い T シャツを着ているのが僕です。どこまで行くんこれ。すごいな。
この時とてもいい写真が撮れました。私たちのお気に入りです。この笑顔にとても癒されました。さて、最初のレッスンです。左にいるのがジュリウス・ザオス。今回ザオス家の伝統的な音楽を教えてくれる師匠です。こちらのジュリウスのお父さんがフクエ・ザオスといい、タンザニアでとても伝説的なゴゴ族のミュージシャンでした。フクエ・ザオスは今叩いているンゴマをはじめイリンバなどの伝統的な楽器を作り、演奏をし、歌も歌っていました。世界を回り、数々の素晴らしい功績を残しています。2003年に63歳という若さで亡くなってしまいますが、2005年のタンザニアミュージックアワードで殿堂入りをしています。さてこの楽器、今叩いているのはンゴマというザオス家オリジナルの太鼓になります。動物の皮を使用しており、とても良い音が出ます。ザオス家の音楽になくてはならない楽器の一つです。叩き方が難しく、なかなかいい音が出ません。家の周りの景色です。とてものどかで穏やかな時間が流れています。ジュリウスが叩くと全然違う音に聞こえます。音がしっかりしています。ジュリウスは5本の指をしっかり伸ばして叩いているように見えます。僕は同じように指を伸ばして叩くと痛くて自然に指が曲がってしまいました。素晴らしいンゴマのコレクション、全部手作りです。この中の一つを帰りにゲットしました。
たい2時間レッスンしました。顔に少し疲れが見え始めてますね。休憩です。ちょっと待って、これすごいわ。夕方になると家畜たちが家に帰っていきます。本当だ、虫だ。子供たちの中の一番上のお姉ちゃんが夜ご飯のうがりを作ってくれています。うがりはトウモロコシからできた粉でお湯と混ぜて練ります。日本でいうお米みたいなもので、タンザニアでは主食です。僕も試して練ってみましたが、同じようにできませんでした。とても力のいる作業です。子供たちが家事をこなしていることにとても感心しました。ここは後に友達になるサフィリザオスのスタジオです。彼はハクエザオスの5番目の息子です。彼も世界的に活躍していて、日本にもツアーに来るなど世界中を回るような素晴らしいゴゴミュージシャンです。この右の子は一番人懐っこいイーマという男の子です。自然にセッションが始まり、とても楽しい時間でした。これは子供たちがザオス家のトラディショナルな歌とダンスを披露してくれた映像です。小さな子供もシェイカーを持って踊っています。
さて、日が暮れてきました。我が模様の中心部へピキピキで移動します。ザオスケのビッグママと夜ご飯のお買い物です。我が模様の中の一番栄えているマーケット、食料や日用品はここで買います。たくさんの人たちでにぎわっていて、ザオスケの周りとは全然違う雰囲気でした。カメラを向けてはいけない雰囲気でしたので、ここでの撮影はちょっとブレて撮れています。日は落ちてきましたが、とても暑く、ママがオレンジを買ってくれました。ここのお兄さんはフレンドリーで英語で話したのを覚えています。撮影には気をつけてと言っていました。この通りでバスに乗った若者たちにとても威嚇されたからです。カメラで風景を撮っているつもりでも、それはここでは日常ではないのです。むしろ私たちの住んでいる国が普通ではないのかもしれません。アジア人はかなり目立ちました。マーケットへ入っていきます。野菜や果物、魚や肉などたくさんの食材が売られていました。見るものすべてが新鮮でした。もっと撮影したかったですが、少々困難でした。全部自分たちの家だね。この日のレッスンも終わり、自由時間です。家の周りを散歩しました。夜になると街灯がないので真っ暗になります。夕暮れの日が沈む時間の空はとても美しいです。星空がよく見え、私たちは今を生きているのだと実感します。夜ご飯はママがタンザニア料理を振る舞ってくれました。先ほど子供たちが下ごしらえしてくれたウガリと、先ほど買い物したお肉を使ったトマトシチューです。このお部屋でゴザを引いて夜ご飯を食べました。この奥にお風呂場とトイレがあります。日本とは全く異なり、慣れるのに大変でした。ここが私たちの寝泊まりした部屋です。イリンバがたくさん飾られていました。滞在2日目です。少し慣れてきました。僕はドラムをやっているので、スティックで叩く方が手で叩くより自然にできました。
これはイリンバという楽器で、ザオスケオリジナルの楽器になります。似たものですとカリンバという楽器があります。ジュリウスはイリンバを少しだけ教えてくれました。イリンバは親指ピアノといって、このように爪の部分で弾いて弾きます。親指の爪が削れるので、少々爪を伸ばさないとしっかり弾けません。Yes. Ah. Yes, again. Ah, And, this, yes. Good, again. Already, yes. しかし美しい音です。これをしっかり弾けるようになるにはかなり練習が必要です。私たちはこの中でイリンバを一つゲットしました。ジュリウスはこの時2曲ほどイリンバを披露してくれました。私たちはイリンバの美しい音を聞くと、ザオスケの子供たちの笑顔やバガモヨの夕日、穏やかな時間、ビッグママの手料理、ジュリウスの優しさなどを思い出します。ここはバガモヨにあるビーチです。ジュリウスの息子がバイクで連れてきてくれました。もちろん3人乗りです。彼はピキピキでバイトをしているそうです。バガモヨのビーチはかつてザンジバーに奴隷を送るための奴隷マーケットがあったそうです。アラブ奴隷貿易で調べると、その闇の深さがうかがえます。アラブ人がこの土地に来る前の詳しい歴史がほとんど見つかりません。現在ではフィッシュマーケットがあり、ここからではわからないけどリゾートホテルが立ち並んでいるようです。お昼ご飯です。ウガリとパスタ。このトマト煮のシチューにつけて食べます。これが冗談抜きで美味しい。日本人が食べ慣れている優しい味付けなのです。フォークを出してくれましたが、基本的に手で食べるのがマナーです。私たちは手でいただきました。右手で食べるのがマナーだと教わりました。余談ですが、タンザニアでは左手はトイレで使います。ですので握手も右手です。午後になるとゆっくりとした時間が流れます。犬も日陰で寝てます。子
こっちでは犬はペットとしてではなく番犬のような扱いです。初日はこのゆっくりした時間に慣れず、どう過ごしていいか分かりませんでした。しかし2日目からこの携帯がつながらない時間がいかに大事で、いかに普段から自然と生きることを忘れていたかに気づかされました。さて4回目のレッスンです。歌を歌いながらンゴマを叩きます。歌は苦手なので本当に大変でした。Okay, now let's sing song. Okay. Quanta, crimpe, quanta. Quenta. Bidi, 1, 2, 3. Naukara dima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 . Okay. Sisi wa naukae. Sisi wa naukae. Naukara dima. 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 Dimi dimi chiriyama. 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 Naukara dima.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  Ane naukara dima. Simi yama. Naukara dima. Sisi wa naukae. Naukara dima. Sisi wa naukae. Naukara dima. Sisi wa naukae. Naukara dima. Dimi dimi chiriyama. 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 Naukara dima. Okay.ジュリウスが席を外している間は子供たちが遊びに来ます。レッスン中はちゃんと待ってるんですよね。とても可愛いです。子供たちとの時間は本当に幸せでした。みんな本当にありがとう。この日のレッスンも終わり、また穏やかな時間が流れます。
バガ模様の日が沈み始める時間はとても美しいです。空が広いからでしょうか。時間と空間がまるで違うもののように感じます。紀元前6世紀頃、アフリカの東中央部ウゴゴと呼ばれる地域に3つの部族とピグミーが住んでいました。後に混乱があり、大規模な民族の移動があります。多くがバントゥー民族というくくりで呼ばれています。その後、バントゥー民族の中でゴゴ族と呼ばれる人たちが出てきました。ザオス家はそのゴゴ族です。ゴゴ族の人々は家畜と作物で繁栄しました。しかし7世紀頃、アラブ人が入ってきて奴隷貿易のシステムを作り、同時にイスラム教を広め始めます。スワヒリ語はアラブ語やペルシャ語が混ざったものと言われています。そして19世紀後半にドイツ人が入ってきて、東アフリカの植民地時代が始まります。同時にキリスト教も広まります。タンザニアに隣接しているケニアは当時イギリスの領土。20世紀に入り、イギリスとドイツの戦いが始まり、第一次世界大戦が始まります。たくさんのアフリカ人がアスカリと呼ばれる兵士として戦争に加わりました。その後も奴隷貿易は盛んで、隣の島のザンジバー島にたくさんのアフリカ人が連れて行かれました。4年以上もかかった第一次世界大戦が終わり、イギリスをはじめフランス、ポルトガル、イタリアなどがドイツ植民地を分配しました。もちろんその植民地の中にタンザニアも含まれています。その後さらに6年以上も続いた第二次世界大戦が始まります。1954年にイギリス政府はムニャンパラというライターであり詩人のタンザニア人にゴゴ族の歴史を書くように命じ、自分たちの民族としての統一を強調させました。おそらく歴史というのはこのように少しずつ上書きされていっているのでしょう。イギリスの下で教育を受けた最初の世代がタンザニアの政府で働き始めます。タンザニアの独立は1961年になります。初代大統領はジュリウス・ニエレレと言います。初代大統領のジュリウス・ニエレレはフクエザオスにダルエスサラームに住み仕事をするようにと招待しました。その後、フクエザオスは音楽家として世界的に有名なゴゴ族のアーティストとなり、伝統的な音楽を世に広めます。2003年の12月、フクエザオスは63歳という若さで亡くなりました。ゴゴ族として伝統的な音楽を広め、伝説を残してきたザオス家の音楽家たちが今もここで安らかに眠っています。このバガモヨの日が暮れる時間が一番穏やかで優しくて大好きな時間です。お母さんたちが家の周りを掃き掃除するシーンはディズルの CD のジャケットにもなっています。ディズルはドラムとピアニストで組んでいる僕の音楽バンドです。ザオス家滞在最後の夜です。これは夜の7時くらいです。子供たちが歌いながら遊んでいる声が奥から聞こえてきます。この時間も大好きでした。
こでレッスンをするのも最後かと思うと寂しくなりました。最後の日です。ここはクリスチャンの教会です。ビッグママが僕の奥さんを連れて行きました。僕はビデオでしか見れてませんが、とても新鮮でした。美しいですね。さて、教会での集会が終わり、家に帰って帰国の準備です。奥さんが教会に行っている間に僕のレッスンは終わりました。最後にジュリウスはゴマ用のスティックをその場で作ってくれました。ウコレという種類の木を使っているそうです。すごいですよね。本当に全て手作り。すごく温かみがあります。んごまもゲットし、みんなとお別れの時間です。3日間の滞在は本当にあっという間でした。子供たちとの思い出、文化の違いや音楽の違い、タンザニア料理の美味しさ、いろんなことが衝撃でした。これだけははっきりと言えます。みんな目がキラキラとしていて幸せに見えました。歌ったり踊ったり、時間に縛られず、時間を持て余すこともなく、ただ自然にシンプルに生きているように見えました。私たちが感じたのは本来の人間らしさや人々のぬくもりです。それが一番の幸せなのだと感じました。音楽や文化を教えてくれたジュリウス、そしてザオス家のみんな、本当にありがとう。福江ザオスにも感謝です。アサンテサーナ、トゥオナネテーナ。ち
ちなみにこの運転手さんがあの優しいウキャさんです。バガモヨの街並みです。また会いましょう。